皆さん、こんばんは。レイトナイトジャパニーズへようこそ。私は美咲です。のぞみです。よろしくお願いします。ねえ、のぞみ、突然なんだけどさ、KY って言葉知ってる？知ってるよ。空気が読めないの略でしょ？そう。でも外国人の友達にこれを説明しようとしたら、空気が読めないってどういうこと？空気って吸うやつじゃないのって言われて。あははは確かに日本語学習者からしたら意味不明だよね。だよね。でも KY ってものすごく日本的な概念で、これを理解するかしないかで日本語の見え方が全然変わる気がする。わかる。日本に来た外国人が一番戸惑うことの一つだと思う。ルールが明確じゃないからね。今日はそこを深掘りしよう。行こう。じゃあそもそも空気を読むって何？空気を読むっていうのはね、言葉にしなくてもその場の雰囲気や状況を感じ取ってどう行動するかを判断すること。英語の reading the room みたいな？近いんだけど、日本語の空気を読むはもっと細かくてもっと日常的。例えばね、居酒屋でみんなで飲んでる時、もう一杯飲むって聞かれたとする。本当は飲みたくないんだけど、みたいな。そこでいらないって言うと場の雰囲気が壊れる気がして、じゃあもう一杯だけって言っちゃうやつ。わかるわかる。断り方もなんか、どうしようかなって曖昧にしながら受け取るっていう。これが空気を読むの典型的な例。言葉にしなくても場の雰囲気に合わせること。友達に、この服似合ってるって聞かれた時も同じだよね。本当はって思っても、別の服の方がもっと似合うんじゃないかなってやんわり言う。直接似合わないとは言わない。職場でも上司の企画書があんまり良くないと思っても、少し修正が必要かもしれませんみたいにね。全部のシーンで共通してるのは、はっきり言わないってことだよね。でもなんで日本人はそこまで空気を読むことを大事にするんだろう？これはね、日本が昔から集団社会だったことと深く関係してるって言われてるんだよ。集団社会？農業の時代からみんなで協力して田んぼを作ってきたでしょ。グループの中で波風を立てないこと、輪を乱さないことがすごく重要だったんだよ。輪を持って尊しとなすってやつ。そう、聖徳太子の言葉だよね。輪を大切にしなさいっていう意味で、これが日本の文化の根本にある。だから自分の意見をはっきり言ってグループの雰囲気を壊すよりみんなに合わせる方がいいっていう発想が生まれるわけか。そういうこと。そして言わなくてもわかることが大人とか成熟してることの証みたいな感じにもなってる。察してよってやつね。恋愛の喧嘩でよく出てくるやつ。でもこれ、日本人同士でも難しいのに外国人にはもっとハードルが高いんだよ。そうなんだよ。これ面白くて、日本語って主語を省略することが多いでしょ。ご飯食べたとか、もう帰るとか、誰がっていうのが言葉に出てこない。確かに。英語だったら Did you eat? って You を入れるけど、日本語は食べただけで通じるもんね。これって聞かなくてもわかるでしょうっていう文化的な前提が言語に組み込まれてるんだと思うんだよね。すごい。言語と文化がそんなに深くつながってるんだ。言語学の世界でも面白い研究テーマでね、日本語は曖昧だってよく言われるけど、曖昧なんじゃなくて文脈から察することを前提にした言語なんだって考えた方が正確かもしれない。だから日本語を学ぶとき、文法だけじゃなくて文脈を読む感覚も大事なんだね。そう。語学の勉強って単語と文法だけじゃないよねってことだよね。じゃあ外国人が空気を読まないって思われちゃうシーンある？よくあるのがね、会議や話し合いの場ではっきり自分の意見を言うとき、それは違います。それは間違ってると思いますって直接言うやつ。欧米だとはっきり言う方が誠実って評価されるよね。そうそう。でも日本では場の雰囲気を壊すって受け取られることがある。あの人空気読めないよねってなりやすい。日本のこういうところ良くない。あと、大丈夫です問題？これわかる。大丈夫ですって問題ないという意味にもいりませんという断りにも使われるから。コーヒー飲みますか？大丈夫ですって、OK なのかノーなのか外国人には全然わからないよね。日本人同士なら声のトーンとか表情とか非言語の情報で察するんだよ。言葉だけじゃなくて。言語を覚えても、この感覚がわからないと会話でつまずいちゃうよね。でもさ、空気を読むって良いことばかりじゃないよね。そう、負の側面もちゃんとあって、
一番わかりやすいのが同調圧力だよね。みんなが残業してるから自分も帰れないとか。上司に飲み会に誘われて行きたくないけど断れないとか、これって空気を読むが行き過ぎた結果なんだよね。場の雰囲気に逆らえないになってしまう。出る杭は打たれるってことわざもそれだよね。そうそう。飛び出た杭は叩かれる。つまり、目立つ人は批判されるっていう意味で、KY って言われることへの恐れが自分の意見を言えなくさせることもあるかも。特に日本の学校とか職場だと、みんなと同じでいることへのプレッシャーがあるよね。これを知っておくと、日本のドラマでなんでそこで言わないのって思うシーンが、あ、空気を読んでるんだって理解できるようになるよ。ドラマの見方が変わりそう。絶対変わる。じゃあ、改めて外国人や日本語学習者としてはどうすればいいんだろ空気を読むを完璧にやろうとしなくていいと思う。う。そうなの？外国人だって分かってる場では、ある程度直接的な言い方をしても許容されることが多い。それより大事なのは、日本には空気を読む文化があるって知ってること。知っていると知らないじゃ全然違うよね。今こういう空気だなって気づけるだけでコミュニケーションがずっとスムーズになる。察する姿勢を持つだけで日本人から信頼されやすくなるよ。日本語が上手い人より空気が読める人の方が好かれることもあるよね、実際。あると思う。この人分かってるだらってなるやつ。じゃあ、今日のまとめをしよ空気を読むっていうのは、言葉にしなくてもその場の雰囲気や状況を感じ取って行動を判断すること。日本の集団社会の歴史から生まれた文化で、日本語の言語構造にまで影響を与えてるんだ。良い面もあれば、同調圧力みたいな負の側面もあるっていう話だったね。学習者の皆さんへ、完璧に空気を読むようになる必要はないです。でも、今どんな空気かを少し意識するだけで、日本語の会話がぐっと楽しくなると思います。ドラマ、映画、アニメを見るときも、これって空気を読んでるシーンだなって思いながら見ると、また違う楽しさがありますよ。今日も聞いてくれてありがとうございました。ありがとうございました。またねー。